透明にも青い世界線のこう統一感を出すみたいな、飴ならではの美しさも意識して作ってます。広島の吉島町でクロワッサン専門店をやってますアメラトリークロワッサンの岡村と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日作るものとか題材があればお伺いしたいんですけど。ここにイメージのデザインを描いてるんですけど、 SNS とかで飴細工の青い作品、水とか雨をテーマにしたものを作ることが多いんですけど、今日はより細かく丁寧なものを作っていこうかなと思ってます。絵もやってたんですよ、小村さん。なんかバンドやってたって前ちょっと。ああ、そうですね。バンドはやってたんですけど、絵は別にやってないです。多彩ってことですか？まず砂糖、パラチニットっていう飴細工によく使われる砂糖なんですけど、それを鍋に入れて溶かしていきます。これが基本の原料ですか？そうですね、基本これっていう感じですね。グラニュー糖とか上白糖とか家庭で使うやつあると思うんですけど、あれより甘みが少なくて、で湿気に強いのでベタベタしにくくて、作業性がいいので、飴細工に適してるっていうところと、あと透明感がすごい高いんで、ガラス細工みたいな綺麗な透明感が出るので、これを使用しています。加熱していくとなんか大体焦げつく茶色くなるイメージが砂糖ってあるんですけど。そうですね、それがこの砂糖の特性で、焦げにくい、焦げた色がつきにくくて透明感が高いっていうところですね。180度とかになるんで、温度が結構熱いです。熱くなさそうですけど。これをもう少しだけ煮詰めて温度を上げてサラサラにするというか、濃度をなくすことで泡がこう表面張力がなくなっていくというか、その粘りがなくなっていくので、水みたいに透明になるっていうイメージです。中が透明みたいな、ここで止めて、水で温度の上昇を止めて、バーナーで炙って表面の泡を壊すみたいな、より透明度が上がってくる。飴細工って光の反射とかその透明感とかで美しさを表現するものなんで、透明なものはできるだけこう透明に、で光を反射するものはしっかり反射させると艶やかに見えたり。この球体の型にこの飴を流し入れます。よっ。球体の氷を作る型で球体の透き通った飴を作ってます。塩ビシートで作った型にも流します。
表面に浮いてきた泡をまた消して、結局泡があると光が屈折して透明に見えないっていう。ガラスって泡ないと思うんですけど、すりガラスに近づいてしまうというか、泡があるとできるだけ透明に仕上げるっていうキャンジです。もしかして今キャンディーとキャンジーをかけました？はい。飴を着色しますね。食用の色素です。飴とかグミとか着色するような。今日は赤、青、黄色を使って混ぜていくんですけど、主には青を使ってます。これをアルコールで溶いて使います。水で溶いちゃうと飴に水分が入ってしまうんで、水分が入るとこうベタベタしちゃうんで、気化するようにアルコールにしてます。ちょっと入れて混ぜて、ちょっとずつ着色するんですけど、青だけだとケミカルな青さになっちゃうんで、少しだけ赤を入れて、ちょっと自然界にありそうな色にするようにしてます。サラサラなうちにこの中に流します。型が熱で歪むんで、これでまっすぐにしておきます。これを一回捨てて剥がす。飴が捨てる分より薄い羽が作れるみたいな。透明の飴を使いたいんですけど、透明感がある砂糖とはいえちょっとだけ黄色みがかってるんで、ちょっとだけブルーを入れて青みがかった透明にして使うようにしてます。統一感を持たせるっていう、透明にも青い世界線のこう統一感を出すみたいな。クーレとか言われてるんですけど、空気が入ってないのを流して透明感を出すような技術で、後でやるんですけど、逆にこう手作業で引っ張って空気を逆に含ませまくって、鏡みたいに光を反射させて艶を出すみたいなやつも後でやります。だいたいその2種類って感じですね。透明感あるものと光を反射する艶があるもの、その対比が綺麗みたいな感じですね。
やけどしないように布の手袋とゴム手袋をします。何度ぐらい？まあ180度近くて、手に当たったら皮膚が溶けるぐらい熱い熱いです。何回か溶けてます、皮膚が。水滴みたいなものを作ってます。固まりかけで後をつけます。こんな感じ。この上にまた絞ってこう水を垂らしてこう水しぶきみたいなパーツを作ります。何歳からはい、飴作りを始めたんですか19とかですかね。天文学校で初めてやりました。緑の飴を溶かして葉っぱを作ります。で、製菓学校、パティシエの学校に行って、で、パティシエの仕事の一環として飴細工も勉強したっていう感じです。上手というか、結構興味がすごい強かったですね。こういう透明感あるものがもともと好きなんで、子供の頃からビー玉とかそういうのが好きなキッズではあったんで、入ってきやすかったのはありますね。その憧れが強かったというか。青に黄色を入れて緑色を作ります。透明感があるグラデーションを作りたいんで、先に透明を少し流してます。少し待って固めて、固まりかけぐらいで、こういう感じでこうナイフで葉脈を入れていきます。表面の凹凸が光の反射を作るということですね。
透明なものが好きっておっしゃってるじゃないですか。はい、それはなんでなんですか？綺麗なものはもともと好きで、あと工作とかも好きだったんで、何かを手で作るみたいなのが好きなのは子供の頃からなんで、結構ハマりましたね、これに関しては。じゃあもうどっちかっていうと運動するっていう感じのはいよりも、そうですね、運動全くできなくて、もう信じられないぐらい運動できないんですよ。教室で座って絵を描いてるみたいな休憩時間、そういうタイプですね。ホースの中に飴を絞り入れます。はい、こんな感じ。よし。雨は降ってるんだろうか。これやっぱ乾燥で入れられてるのはやっぱ湿度に弱い。そうですね、雨とかの時湿度が高いと表面にちょっと結露してきて透明感がなくなっちゃうのと、表面がベタベタして作業性も悪くなっちゃうんで、部屋がちょっと湿度高かったらこういうタッパーに入れるっていう。よし、円とちゃいますか。おお、転んだ。大丈夫です。グラニュー糖を2割ぐらい入れてます。グラニュー糖の方が光をよく反射するんですよね。ただグラニュー糖って焦げやすいんで茶色っぽくなっちゃうんですよ、飴が。なんでいいとこ取りで、茶色さはあんまりないけど艶はすごいみたいな感じにしたいんで、グラニュー糖を2割だけ入れてます。水を少し入れてこれを火にかけます。今回水を入れてて混ぜなくても焦げにくくなるように水を入れてるのと、水を入れて沸騰させて、少しずつ水分を飛ばして温度によって飴の状態が変わるんですよね。165度だと柔らかめだったり、180度だと固めだったりみたいなとこで、僕は175度ぐらいにしてるんですけど、カッターで切って取り出します。もしかしたら折れるかもしれません。はいはいはい。
もちょっとだけ赤を入れます。これを175度まで加熱します。持ち上げて薄くして色を見てるんですけど、この後こう引っ張って空気を含ませるんでちょっと薄くなっちゃうんですよ、色が。引っ張ったらちょっと薄くなってこのぐらいの色かなみたいなのを想像してるっていう感じです。消えてきたら端からこうまとめて一つの塊にして引っ張っていきます。120度とか徐々に落ちていってる感じですかね。こちらが飴ランプというランプをつけて飴を保温する機械です。保温しながら熱い状態を保って形を変えて、冷めたらカチカチのキャンディーになるっていう感じなんで、保温しながら作業します。で、この塊になった飴を引っ張って空気を含ませます。こうやって引っ張って折りたたんで、今はこう透けてるんですよね。透き通ってるんですけど、空気を入れることで光を反射するようになって、それが鏡みたいな艶に変わるっていう感じです。だんだんツヤツヤになっていきます。こんな感じでこう艶が出るんですよね、キラキラの。こんな感じですね。ポンプで飴に空気を入れてちょっと軽い球体を作るっていう感じですかね。飴をくっつけて、これにちょっと大きめの飴をつけて膨らまします。よっ。で、このようにくっつけて、中が空洞の丸い土台を作って、そこに花びらをたくさんつけていくみたいな感じです。
こんな綺麗に球体になるんですね。そうですね、まあ、これも意外と難しいんですけど、初めてだと温度にムラがあると熱いとこはすぐ伸びて冷たいとこは固まってこうじゃがいもみたいな形になっちゃったりするんで、とにかく均一な温度にこう手で調節してやらないといけないんで、ガラス細工みたいな。いけるかな。巨大キャンディーですよ。よし。ここからちょっとちまちまアジサイの花びらを作っていきます。150枚ぐらいですかね。形を作った時にちょうど固まらないとツヤが残らないっていう感じなので、すごい硬さの調節が重要なんですよね。4枚で1個ですね。でもやっぱ細かいこういう手数が多い細かいものの方が細工って感じの仕上がりになるんですよね。何回も練られてからはい、その切る作業に入っているのは、はい、これどういう意味があって？飴って引っ張るとツヤが出るんですけど、この花びらはすごいちっちゃいんでサイズが。なんでこのこねてる段階ですごい距離を引っ張ってるっていう、まあ、距離を引っ張ってツヤを出して、まあ、艶やかになった飴を使って花びらを作ってるっていう感じです。これをくっつけますね、今からね。
こんな簡単に粉々になるんですよ。繊細だな。作業しててこう気をつけられてることとかってありますか？めちゃくちゃ薄いんで、まあ壊さないようにするのはもちろんなんですけど、湿度で本当にこのツヤもなくなっちゃうんですよ。このランプの横って湿度が下がるんですよ、熱で。なんでこのランプをわずかに当ててこうネチャネチャしないようにしてるっていうのがあります。これやっぱ実際のその花をイメージしながらはい、されてる部分。そうですね、実際の花をイメージしながらつけるんですけど、ただ飴細工の良さも生かしたいんで、ちょっとだけ花びらの形が実際の花と違うんですよね。その曲線を多めにして光の反射をする部分を普通の花より多くしてるっていう感じで、飴細工ならではの部分がないと飴で作る意味がもはやなくなってしまうと思ってるんで、その綺麗なものは何の素材でも作れるじゃないですか。ガラスとかプラスチックとか。飴ならではの美しさも意識して作ってます。腸が割れてるぞ。ちょっと後で直します。花の中心のなんていうんですか、めしべおしべみたいなところを、透明の飴で表現したような感じでつけてます。これ透明にしてるのは理由があるんですか？飴細工らしさっていうところで、光がこうキラキラして宝石みたいに見えるっていうところで透明にしてます。ジュエリー感が出るんで。今こんな感じで泡だらけなんですけど、これバーナーで炙ったら透明感が出る。ちょっと冷やして固めます。やってしまいました。寒いからちょっと割れましたね。割れた方を後ろにします。冷たすぎてひびが入ったんで少し温めて、どのぐらい温まったかなっていうのを見ています。
冷気を当てるとさっきみたいに割れちゃうんで、ただのぬるい風で冷やすという感じです。
でお熱いこう溶かし具合が結構重要で、溶かしすぎたらもう結構壊れちゃうんで、なんで優しく必要なとこだけをしっかり溶かしてるっていう。はははははは。はいはいはい。悪くないですね。こうか。いいね。うい。水しぶきパーツ。グレイト計画通りといったところでしょうか。
バランスを見ながら美しく見えるように配置してる感じです。上下左右前後に物体があることで、より立体的に見えるっていうような感じですかね。水の波紋とか水滴を浮いてるように見えるようにつけることで浮遊感が出て、その瞬間を写真で撮ったみたいなデザインになるようにしてます。これつけてちょっとだけアメチンして溶かして蝶の触覚と雨の粒みたいなのをつけて降ってきてるとこ、それで完成って感じです。息が良さそうですね。できました。もしかして完成ですか？完成です。これ作品名は？作品名は雨と紫陽花ですね。雨の日の紫陽花を表現しました。雨が降ってる情景だったり、こう水しぶきが飛び散る情景、本物写実的ではないんですけど、抽象的な表現で雨と紫陽花を表現しました。ポイントとかこだわってる部分があれば。そうですね、立体感、こう前後左右奥行きがあるように、雨の粒があったり雫があったりっていうパーツをつけてて、奥行きがある世界観を出すように意識しました。単純にただ青くするんではなく、赤色を少し足して、より自然な自然界にありそうな綺麗なブルーを目指して色付けしました。
飴作りをしてて一番自分が楽しい時とかありますか？やっぱり組み立てていくところが一番楽しいですね。自分が思い描いていたものが完成形に徐々になっていくところが一番楽しいです。醍醐味あれば。醍醐味ですか、はい、多くの方にお店とかに飾ってみていただいて、少しでもこうなんですか、癒しになるような、こう目が癒されるようなものができてたらいいなと思います。お店の PR があれば最後にお願いします。はい、広島の吉島町でクロワッサンを今全力で情熱を注いで作ってます。この飴細工にすごく情熱を注いでいたんですけど、今まではその情熱を今クロワッサンに一点集中で注いでいるところで、よければ、多くの人に味わっていただきたいなと思ってます。購入は吉島町の店頭で販売しているのと、通販もやってますんで、全国に冷凍配送でトーストで簡単にリベイクして焼きたての味が再現できるようなものもやってますんで、よかったら食べてみてください。詳しくは概要欄からご覧ください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。